皆さんおはようございます。まめです。今日はシムズの家族プレイや子育てプレイが大好きな私が超おすすめの写真関連のモッドをご紹介したいと思います。ご紹介するのはこちら、つい最近パブリックリリースされましたラバシーン様のシムズポートレートメーカーモッドです。名前の通り、シムのポートレート写真、いわゆる肖像写真を簡単に作ることができるモッドで、嬉しいのがペットのポートレート写真も作れちゃうというところなんです。ちなみにラバシーン様は以前に何度かご紹介しているこちらの家族写真モッドの作者でもあります。家族写真モッドについては別の動画で使い方をご紹介していますので、ご興味のある方はそちらをご覧ください。で、新しいポートレートメーカーの話に戻って、このポートレートメーカーはこれ単体では機能しません。このモッドと合わせてフォトグラフィックメモリー 2.0 を導入する必要があるのでご注意ください。両方ともリンクを概要欄に貼っておきます。では使い方をゲームに入って解説していきます。まず一番最初に見るべきは建築モードに入りまして、すべてのアイテムを探すところでこのフィルターでコンテントをクリックしてカスタムコンテントっていうのをクリックしてフィルターをかけます。そうすると自分が導入しているモッドですとか CC がフィルターで検索して出てくるようになるんですけど、私が今入れているラバシーン様のフォトグラフィックメモリー 2.0 モッドっていうのがこちらの2つですね。こっちの2つは別の動画でご紹介している家族写真の方です。今回はこっちの左側の2つを使っていきます。2種類あって、これは本当にご自分の好きな方を使うっていう感じだと思うんですけど、現代っぽいこの USB 型というかドライブ型というかの形状のものと、もう一つね、懐かしのフロッピーディスク型のものがあります。機能としてはどちらも同じなんですけど、どっちかお好きな方でっていう感じですね。私はまだギリギリフロッピーディスクを使ったことのある世代ですね。それはいいとして、生活モードに戻ってからこれをクリックして使うんですけど、もし世帯の SIM の所持品に写真が1枚も入っていない場合は、このフォトスタジオっていう選択肢が選択できないようになってると思います。どういうことかっていうと、ちょっと今別の世帯で試してみますね。例えばこのミケルソンファミリーの方に行ってみたとして、びっくりした。そうか、うちにいたんだね、クリストファーさんね。で、ちょっとすいません、クリストファーさん家に帰ってもらいまして、でクリストファーさん家に来まして、同じ風にこれを買うとするじゃない。クリストファーさん家の SIM はフルーツケーキが入ってる。とにかく写真がね入ってない状態なんですよ、インベントリーに。その状態でこれをクリックしてもこのフォトスタジオの選択肢が選べないようになってますよね。そういう場合は適当に何でもいいんですけど、子供の写真を撮るとか、別に子供の写真じゃなくてもセルフィーでもいいんですけど、とにかく何らかの写真を SIM のインベントリーに入れますと。で、その状態でクリックすると、さっき選択できなかったフォトスタジオが選択できるようになってますよね。ということで、もしね SIM のインベントリーに何も写真が入ってない、あるいは区画に写真が1枚もないっていう場合は、何らかの写真を撮ってからこのフォトスタジオをクリックするようにしてください。ホーム付けに戻りますね。はい、戻ってきました。ではこのフォトスタジオの使い方を説明していきます。クリックするとこういう風にいろいろ出てくるんですけど、一番上から説明していくとすると、クリエイトフォトギフトということで、写真のギフトを作成することができます。クリックしますと、こういう風に持っている写真の中から他の形状のアイテムに変換することができるということなんです。簡単にお見せした方が早いと思うのでやってみるとすると、例えばこのカレンダーを選択してみると、どの写真をカレンダーにしますかっていうのが出てくるわけなんですね。じゃあ例えばこの子供たちの可愛い写真をカレンダーにするって選択すると、こういう風にお買い上げありがとうございますって出てくるわけです。で、製品はインベントリーに入ってます。早速この製品を見てみますと、ほら激カワじゃないですか。めちゃくちゃいいね。ちょっと上手切れちゃってるけどね、違う写真にしようかな。この間撮ったアリサとラッキーの写真とかもカレンダーにしてみようよ。めちゃくちゃ可愛くないですかこれでね。これをね眺めることもできるし、このカスタマイズプリントっていうのをクリックすると、ここから中の写真を変えたりとか、写真の説明文を記入したりとか、フィルターの設定、ムードレットの設定ですとか、あるいはフォトグラファーが誰だったのかっていうのの設定とか、一応設定しとこうか。そうするとピンクの文字でイアン・ホームズってお父さんの名前が入ってますよね。例えばムードレットも設定するとハッ
ピーメモリーにしたとして、それでビュー眺めるっていう風にやると、こういう風にねポートレートを眺めたっていう幸せなムードレットがついてますよね。こんな感じでね、可愛らしいカスタマイズしたアイテムが作れるわけです。ちなみにこれはギフトとしても機能するので、例えばお母さんにギフトをあげるとかってした時に、ここにちゃんとギフトの選択肢としてこのカレンダーが出てくるわけですね。なので自分の子供のね写真が写ったカレンダーを他のシムにプレゼントするなんて非常に人間臭いことができちゃうわけです。素晴らしくないですか？もちろんカレンダー以外にもいろいろありましたよね。ちょっと他のをいくつか、全部は見ないですけど見ておきましょうか。例えばクロスステッチもできるんですね。じゃあ例えばリサの写真をクロスステッチにしました。あれ？クロスステッチって上にかけられないんだっけ？はい、こんな感じで、かわいい写真をね使ったクロスステッチができました。壁にかけられるんでしたっけ？かけられないのか。こういう感じね。いいや。はい、かわいいね。という感じでいろいろとアイテムが作れるよっていう話でした。2番目の選択肢は Improve Photo Quality ということで、例えばノームが写っちゃった写真とか指が写っちゃった写真とかを、その指とかノームとかを取り除くことができるらしい。あとはこれをねちょっとトランスファーフォトキャンバスor クロスステッチって書いてあるんですけど、正直ねごめんなさい、ちょっとこれ何がどうなるのかわからないです。一応こうやって写真を選べるんですけど、どこに写真を写すかっていうのがね何も選択肢が出てこないので、ちょっと使い方がよくわからなかったです。すいません。で最後のこれが Create a SIM Portrait ということで、 SIM のポートレート写真、肖像写真ですねを作ることができますと。でこれをクリックすると、誰のポートレートを作りますかっていうのが出てきます。乳児なんてね写真撮るの難しいですから、リサのポートレート写真が欲しいなと思ったら、これをクリックするだけでインベントリーにクオリティの高いポートレート写真が入ると。素晴らしいですね。犬もこういう風にポートレート写真を作ることができます。かわいいね。こんなさはっきりと犬のアップの写真とかなかなか撮るの難しいじゃないですか、ゲーム内の写真としてね。だからめちゃくちゃ重宝しそう。私は結構やっぱ記録として写真を残しておきたいタイプなので、子供のねポートレート写真とか、こうやってペットのポートレート写真とかを撮っておくのめちゃくちゃ使えそうだなって思ってます。あとねティアとか、ティアを選んだらクモの写真が出てきたのでお分かりだと思うんですが、このポートレートモッドに関しては、その時この写真を作成した時にシムが着ている服装がこの写真に反映されるようになってます。なので後からね服装を変えたりすることはできないので、ティアやっぱりクマじゃない服装でポートレート写真撮りたいなってなったら、服装を着替えてもらって、そんでもう一回今と同じようにポートレートを作成でティアを選べば、今度は今ティアは普通の洋服を着ているので普通の服装でポートレート写真ができると。みんなあるからジョッシュも作ろうか。はい、ということでこんな感じ。かわいいね。めちゃくちゃ嬉しいですよね。でちなみにこのポートレート写真をクリックすると、ここからさらにまたポートレート写真を作るっていう選択肢が有効になっていたりですとか、ポートレートの説明文を追加することもできます。誰が写真に写ってますかということで、ジョッシュです。で説明文として、自転車が好きすぎるとかって書いて OK って押すと、このポートレートにカーソルをかざした時に今書いた名前と説明文が出てくるわけですね。素晴らしいですね。こうやってね家族の思い出として残していくのもいいと思いますし、シムが学校だったりとか高校卒業のタイミングでね記念に写真を残しておいたりですとか、特に私は今サイエンスベビー100人チャレンジをやっているので、この写真モッドを使ってお母さんジョッシュをいじめてますけど、せっかく穏やかな話をしてたのに、そうこういう風にねサイエンスベビー100人チャレンジで100人分の子供のねポートレート写真をこうやって残しておくのもいいかななんて思ってます。並べ替えてみましたけど、こうやってねサイズを大きくして並べることもできました。ということでね、家族の思い出を作って飾っておくのにぴったりのモッドのご紹介でした。ラバシーン様はね、今回ご紹介した写真関係のモッドだけでなく、他にも様々な素晴らしいモッドや CC を作成していらっしゃいますので、ぜひご興味のある方はいろいろとお試しください。ご視聴いただきありがとうございました。まだしていない方はぜひチャンネル登録もしていただけるととっても励みになります。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。またね。